皆さんこんにちは、タサン島です。今日は唐揚げを作りたいと思います。はい、唐揚げといっても、いろんな作り方があるので、私もいろんな作り方試してるんですけど、最近よく作るやり方を、ご紹介したいと思います。はい、では、鶏肉なんですけど、今日は鶏もも肉で作ります。胸肉でもいいし、うち結構いっぱい食べるので、4枚4人分4、5人5人分で4枚っていう感じで作るんですけど、量も好きなだけっていう感じで作ってください。はい、ではまず鶏肉からやっていきます。で鶏肉は、やっぱりドリップがついてるので、いつものようにキッチンペーパーでしっかり水分を取ります。そしたら、鶏肉を切っていきます。はい、まず、皮をしっかり広げておきます。皮は結構パックに入ってる時にぐにゃっとこうよれているので、しっかり広げてから裏返して、油とか、余分な皮とか、あと筋は気になる人はここで取っておくとより柔らかくなります。私はあんまり油はちょっと取っておきますかね。で皮も小さくなりすぎない感じで切っておきます。であとこの筋は気になる人は取ってください。で私はこのぐらいかな。なんかちょっと出てる分ぐらいは取りますけど、あんまり丁寧には取ってないです。はい。あとここ軟骨がちょっとくっついてたりとか、そういうのがもうあるのでよく見て、とりあえず全部じゃあ掃除していきます。で皮は火を通すと縮むので、あんまり小さくしすぎないように余分な分だけを取るようにしてください。そしたらカットしていきます。大きさは大きく、切れば切るほど揚げる時間が長くなるので、どういう風に食べたいかによって大きく切るか小さめに切るかを、好みで決めるといいと思います。揚げ時間がちょっと違うっていうぐらいで、私は割と大きめな方だと思うんですけど、まず、ここの筋、お筋肉のこうどういう風にくっついてるかっていうのを見ながら切っていきます。で今広げて皮もちゃんと広がっている状態で、見てみると、ここを境目にして、こっち側のこの小さい細かい筋肉がこういっぱいこう縦についている、縦という横にこういう風になっている部分と、あとはこっちは比較的大きい筋肉の塊がこうくっついているみたいな感じのとこに分かれるので、ここで一旦半分にしてしまいます。はい。そしてこれを何グラムに何等分にするかっていうことなんですけど、これは割と小さめのもも肉なので、半分ぐらいにしておきますね。これはこう切るのでもなく、横に切るのでもなく、この筋肉がこういう風に縮む。筋肉はこういう風に縮んでくるので、こう縦長でいいので、繊維に沿ってというか、筋肉の方向で切りますね。で、だいたい重さが同じになっていれば、縮んだ時に同じような大きさになるので、ここの2つはそんなにこっちもこっちもそんなに変わらないので、だいたい真ん中ぐらいで切ります。そしたらこっちの部分ですね。はい。こっちは
ここを今見るとここが厚くて、ここもちょっとこっちにちょっとペロッと筋肉がついてて、どっちも厚くて、ここだけが薄いので、こういう風に切っちゃうとここだけ薄くて多分重さが変わってきちゃうので、こっちはだいたいこの最初にこの切ったものと同じくらいの大きさになるように意識して切ります。なので、そうですね。ここで1回切ります。はい。で、そうですね。ここが薄いので、ここが薄いので、ここを開けるような感じで、こういう風に切りますね。はい。そうすると、厚いところと薄いところを見ながら、切るっていう感じで、で、もうそんなにお店じゃないので、きっちり大きさ揃えなくても、ちっちゃいものからどんどん上げていけばいいと思うので、そういうちょっと意識、お肉の厚さとかを見ながら、意識しながら切ると、揃ってくるかなと思います。はい。こういう風にあの1枚をこういう風に切ったっていう感じですね。ここがちょっと薄かったところです。で、結構筋肉が縮んだ時の状態を想像しながら、切るのって難しいと思うんですけど、ちょっとお肉をこうギュッとこう広げた状態で切るよりもちょっとこうギュッとしてみて、このなんとなくこう縮んだ時の感じで切ると、もうちょっと分かりやすいかもしれないです。じゃあ今から塩をしていくんですけども、今回この味付けは塩がメインで、味を染み込ませておいて、鶏肉の旨味を引き出して、お醤油とかニンニク生姜の薬味は、最後に揚げる直前にまぶしたいと思います。なので割と塩を、パラパラって感じじゃなくて、塩を丁寧にしていきたいので、先ほど切った、まな板と、このお肉が入っていたトレイを使って塩を身の方にしていきたいと思います。なので、2つ、この3つを使って、広げて、身の方に丁寧に塩をしていきます。はい。では、ここにだいたい、0.8から1%ぐらいの感じでしっかりめに使用していきます。この時も、できればお肉の厚いところには厚く、薄いところには薄くみたいな感じで、少し意識しながら丁寧に使用するといいと思います。はい、使用したら、好みですけど、胡椒を軽く振っておきます。はい。この塩をしっかりお肉に揉み込みながらボウルに移していきます。はい。それでは、今塩コショウだけしてるんですけど、お酒をここで入れておきます。お酒大さじ2杯ぐらい入れて揉み込んでおきます。で、ここでしっかりお酒も揉み込んで、
で、このままちょっとしばらく置いておきたいんですけど、この時に、落としラップをしてあげるとより味がぐっとこう、染み込むので、落としラップをして、はい、これで冷蔵庫で、そうですね、時間は私は唐揚げを作るぞっていう時には、キッチンに立って一番最初にこの作業をします。で、その後にもう一品何かとか、お味噌汁作ったりとか、ご飯炊いたりとか、そういう準備をして最後にあげるので、だいたい30分以上は冷蔵庫で寝かせているっていうか、漬け込むっていう感じになるので、できる限りつけておくといいと思います。はい。では冷蔵庫に入れていきます。なんで、お醤油とかを入れて漬け込まないかというと、お醤油のもちろん漬け込んだ方がお醤油の香りは鶏の中にこう入っていくんですけど、逆に鶏の旨味が引き出されにくくなるんじゃないかなっていう気がするので、しっかり割と塩の力を使って、味をつけるっていう意味もあるんですけど、鶏の旨味を引き出すっていうことをして、香りのあるお醤油とか、あとニンニクとか生姜も最後に入れて、揚げる直前に入れて、揚げようかなと思います。はい。では30分経ったので、お肉取っていきたいと思います。30分経ちました。はい。塩しかしてないので、そんなに状態は変わっていないです。ここでお醤油とニンニク、生姜を入れようと思うんですけど、うちの子供たちが結構生姜があんまり好きじゃないので、今日はニンニクだけ少し入れたいと思います。割と小さめのもの、結構そのニンニクとか生姜って衣の中で、蒸れたように火が入っていくので、割となんかこうこもった感じの匂いになりやすくて、私は少しだけにしておきます。ただガツッとニンニクが効いた唐揚げが好きっていう人もいると思うので、そこの辺は好みでニンニクとか生姜とか量は好みで入れてください。お醤油は本当にふわっと香るぐらいにしたいので、大さじ1から2ぐらいの感じで入れたいと思います。でまずお醤油と、そしてニンニク。はい、今回は生姜入れなかったんですけど、今ニンニクと醤油が入ったので、ここでしっかりまた揉み込んでおきます。はい、で最後お醤油とかが下にお肉がちゃんと吸ってくれるかどうか、そこを確認して、吸ってなかったらもう少し揉み込んで醤油を吸わせるように、しっかり混ぜてください。では、準備ができたので粉をつけて揚げていきたいと思います。まず、粉を触る前に、油を用意して熱しておきます。で、うちは揚げ鍋がないので、フライパンで揚げるんですけど、鍋でもいいし、普段使っているものでいいと思います。ただフライパンのいいところは、面積が広いので、これ今結構4枚分で結構量は多いんですけど、2回ぐらいで揚げれるので、あとは油の量をどのくらい使うかにもよるんですけど、いつもやってる感じで揚げてください。で、今日はちょっと油は少なめの半分ぐらいお肉が使ってるぐらいの感じの油の量で揚げていきたいと思います。それは揚げ油を、残ってたら使うんですけど、今日はちょっとそんなに
もう最後かなっていうぐらいの油の状態です。綺麗な油で揚げる方が美味しいは美味しいんですけど、もったいないので今日はこの油を、使って今日で最後にしようかなと思います。はい、では、油を準備したので油に火をつけておきます。で、うちは温度計を持ってないので、温度を測るっていうよりも、中火ぐらいの感じとか、泡の状態を見ながら温度を、調整していきたいと思います。とりあえず中火くらいで火にかかっている状態です。で、粉を準備するんですけど、小麦粉と片栗粉の、2種類で揚げることが多いと思うんですけど、小麦粉だけだと割と、揚げたてはサクサクはしてるんですけど、時間が経つとともにしっとりした感じになります。で、片栗粉が多いとやっぱりガリガリっとした食感とかが出やすいんですけど、ちょっと粉っぽく粉がちょっと粒子が細かいので多くついて粉っぽい感じだったりとか、あとちょっと油が吸いやすかったりとか、そういう風に、な違いがあったりします。で、卵をここに入れる人もいると思うんですけど、もし卵を入れたい人はこの時点でお醤油を染み込ませた後に卵を割って、卵もやあのよく揉んで衣をつけるとちょっとふわっとした感じの仕上がりになるし、卵がコーティングされているのでしっかり衣がついてしっとり仕上がるっていう感じになります。いろんな衣の種類っていうかいろんなやり方があると思うので、いろいろ試してみて好みを見つけるといいと思います。はい、今日は、小麦粉と片栗粉を1対1ぐらいの割合で混ぜたものをつけて揚げていきたいと思います。粉を1回全部バーッとつけてしまって、それから揚げていくっていう方法ももちろん粉がしっかりお肉についてくれて剥がれにくくなっていいと思うんですけど、めんどくさいので今回はつけながら揚げていきたいと思います。ということで今、両手を使って揚げていくので、全部が準備されている状態ですね。お肉と粉と油が準備されている状態でつけていきます。で、今ちょっと火を一旦ちょっと時間経って温まってきたので止めたんですけど、中火ぐらいで、手をかざすと少しあったかくなっている熱を感じるぐらいまで今熱しています。そしたら衣をつけながら両面に軽くつけて、身の方は折りたたむので薄くしておきます。で、皮でおにぎり作るみたいな感じで皮をギュッと広げてあのこうに丸くして入れていきます。でまあ内側はくっつけるために一回薄くしてちょっと薄くつけたんですけど、外側は衣になるのでもうちょっと外側だけつけて、内側よりも外側の方を多く。でこの皮を広げてしっかり揚げてあげることでガリガリっとした食感になるので、こんな感じで入れていきます。はい、温度が上がってなかったですね。もうちょっと反応があるぐらいまであってもいいんですけど、これを一面に広げるぐらいであんまり熱すぎると焦げていったりしやすいので、低めで大丈夫です。最初は。皮をしっかり広げて、今揉み込んでいるので皮がぐぬっとなっていると思うので、皮をしっかり広げて皮で包むような感じで
中火ぐらいの火加減で泡がぷく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 、お肉の周りから出ている状態です。でフライパンなのでやっぱりここに今火が当たっていて、この辺はちょっとやっぱり弱いので、泡を見ながら泡が少ないなって、ここは勢いよく出てるんですけど、こっちはやっぱり少し弱く、当たりが弱くなるので、たまにこうちょっとバランスを、油が入ってるのであんまり偏りすぎると危ないので、少しだけバランスを変えるような感じで動かしていきます。で少し粉が固まるまでは触らずにちょっとやろうと思うんですけど、ただフライパンの底にひっついてしまう場合もあるので、まあそれは確認しつつ、あまり触らないようにして、そこにくっついてないか確認した上で触らないようにして、この状態で揚げていきます。全部お肉がここに入って5、6分経っている状態なんですけど、少し、色が少し薄くついて、で、お肉の表面は周りがちょっと白っぽくなってるぐらいの感じです。でちょっとひっくり返していきます。入れた順番覚えておいて、最初に入れたものからひっくり返したり、お肉の厚さも大きさも違うので、この上から見て、こう白っぽくなっているところ、お肉からひっくり返すっていうのでもいいと思います。うっすらきつね色って感じでがいいかなと思います。で、今泡の状態よく見ておいて、泡はこういう大きな泡、比較的大きな泡がいっぱいお肉の周りにこう泡とこう出ている状態です。で、私いつもその粉をつけながら揚げるっていう方法をしてるんですけど、やっぱり少し時間差で火の通りが変わってきちゃったりするので、手間取っちゃうなーっていう人は、先に粉を全部つけとく方がシンプルかもしれないです。だんだんこの泡は食材の持ってる水分、鶏肉の水分が今出てる状態なので、最初泡が大きいんですけど、火が入ってくると、もうこの泡がだんだんこう少なくなって小さくなって、こういう感じに音が変わってくるので、その泡の状態と音をよく聞きながら揚げていくといいと思います。最初は結構ボコボコいったんで、少し今音変わってきて、ちょっと落ち着いてきた感じになってきたかなっていう感じがします。でもちょっと今油が今日は古いので、油が古くなってくると結構泡の出方もまたちょっと変わってくるので、この油使わない方が良かったかもしれないです。よく考えたら。火が入ったかどうかのタイミングは、やっぱり分かりにくいと思うので、だいたい時間で最初は判断しつつ、しっかり泡の状態を見るとか、音を聞いてみるとか、自分なりにこう考えながらやると、だんだんなんとなくサインが見えてきたり、するようになってくると思うので、目安としては、そうですね、トータルで8分から10分ぐらいの感じで、大きさにもよりますけど、火が入ってくるんじゃないかなと思います。で、反対側もちょっと同じようなこういう風なきつね色がついたら、最後にやっぱり温度を上げてカリッとした食感にしていきます。この温度のままこうやって揚げちゃうと、結構脂っこくなっちゃうので、最後は温度を強火にして、で、これ油が入ってるので強火にするときに、こう横から漏れてくるぐらいの強火にしちゃうと危ないので、フライパンからはみ出ないぐらいの強火の火加減にしてください。
でも結構高温になっている、油高温になっているので、箸で向きをこう変えながら、均一に綺麗な揚げ色がつくように揚げていきます。はい。で、全体的にいい感じの揚げ色になったら、油を切るんですけど、この油を切るときに、しっかり熱い油の上で油を切って、網の上に乗せていきます。で、その時に皮を上にして、ざるに上げていきます。はい。で、一旦高温にしたので、今、油を全部揚げ上がったら、油の、火は消しました。そして、今、熱い状態なんですけど、粉をつけながら、またお肉を乗せていって、全部お肉が入った時に、火をもう一回つけたいと思います。はい、今回は、2回に分けて揚げたので時間差ができているので、冷めてる方を下にして盛り付けた方が、蒸れなくていいと思うので、最初に揚げた方から、持っていきたいと思います。今日は唐揚げを作りました。はい、唐揚げいろんな作り方があるんですけど、今うちでよく作っているやり方で作ってみました。はい、ポイントは、塩をちゃんと、塩を生かして、鶏肉の旨味を引き出してからお醤油を最後にまとわせて揚げるっていうところです。今日は盛り付けのためにこんもりと盛ったんですけど、本来だったらもうちょっと大きめのお皿に横に広げた方が蒸れずにカリッと冷めてもカリッと美味しく食べれるんじゃないかなと思います。今日ちょっとかっこつけて板パセとレモンをちょっと添えてみましたけど、はい、サラダとかそういうものを添えて、お皿になるべく蒸れないように盛るとより美味しくなると思います。分量は概要欄のところに載せておきますので、ぜひ作ってみてください。それではさようなら。せっかくの鶏の旨味が、引き出せにくく引き出されにくく